ペーパーデコレーションの山本由美子です。今日は折り紙を簡単に切って作るひらひらかわいい立体的なアジサイとくるくるかわいいカタツムリを作りましょう。折り紙を半分に折ります。さらに半分に折ります。また半分に折ります。で、もう一回半分に折ります。で、このつながってるとこですね、下にしていただいて、ひらひらバラバラになってる方を上にしていきます。で、このつながったところですね、アジサイのお花の中心のつながってる部分にしたいと思います。で、ここを丸く切って花びら型にしていきます。最初ですね、どんな感じで切ったらいいかわかりにくいので、変えていきます。こう丸く切りますね。で、ここもこう丸く印をつけていきます。こんな感じです。で、この通りに丸く切っていきます。ここは切らずにつなげたいので、この横からハサミを入れて、カーブを描くように角を切り落としていきます。で、こちらもこんな感じで角を切り落としていきます。広げてみると、こんな形になり、4枚作ることができます。色のついた方をすべて上になるように、表に返して4枚重ねます。大体で結構です。で、お箸のような丸い棒で少し花びらをカールさせてあげます。もう少しで結構です。4枚とも全部しなくても大丈夫です。この白い方にですね、お箸を当てていただいて、でちょっとこうお箸の丸みにこんな感じで巻いて沿わせてあげますと、少しですね、ひらっといたします。簡単で構いません。何枚かできましたら貼っていきます。こういった100均さんとかですね、に置いてあるキャンプとかで使うような紙の、しかも少しね、底の深いお皿を準備いたします。でこれに貼っていきます。花びらの裏のつながったところですね。ここに糊をつけていきます。で糊をしっかりつけましたら、適当なところにペタッと貼っていきます。でまずは同じ色をですね、あちらこちらに貼ってみましょう。でこんな感じで、じゃあ次の色もまた貼っていくという形で、ここの全体的に埋まるまで、これを繰り返して貼っていきます。アジサイが出来上がりました。
紫陽花が出来上がりましたら、次は葉っぱを作っていきます。葉っぱにしたい色画用紙を用意していただいて、葉っぱにしたい大体の大きさのところで一度切ります。切った色画用紙を半分に折ります。そうしましたら、この切りたい大きさの葉っぱの半分のサイズぐらいのところで、一旦線を引いてみましょう。で、この線の通りに切っていきます。先っぽの方は少しとんがった方がいいかなと思いますので、ちょっととんがらせてみました。葉っぱですのでね、大体の感じで結構かと思います。で、これで葉っぱが出来上がりました。で、折り目をしっかり折ってもらって、で、広げて、この広げた方がですね、少しふっくらした方がいいかなと思った場合は、裏側からこの先ほどのお箸を当ててですね、少しこんな感じで丸くしてあげると、葉っぱもこんな感じでカーブがつきます。カタツムリを作ります。色画用紙を2色準備していただいて、2センチの幅に帯を1本ずつ切って準備いたします。カタツムリのこの外側の色にしてもらおうと思う紙の方を V 字型に切って触角を作ります。こんな感じです。V 字型に切ってない方の端っこともう一色の方の紙の端っこをですね、糊で貼ってつなげます。重ねておきます。で、重ねて1本になりましたら、中心にしたい方をですね、持ってきて、お箸のような丸い棒に巻きつけていきます。で、ここまで巻きつけましたら、棒を抜いて、この先っぽの方をさらにくるんとさせたいので、お箸の丸みに合わせて、ちょっとこう、引っ張るような感じで、カールの癖をつけます。で、このままですね、パッと離してあげて、で、少し自然にほぐれるようにカールをほどいていきます。で、お好きな大きさの殻のサイズになりましたら、好きなところで糊で留めていきます。糊を塗って、キュッと留めていきます。ちょっとちっちゃくなっちゃったね。よいしょ、もうちょっと広げようかな。で、こんな感じですね。この大きさとか、この丸のサイズは、ご自分でお好みのサイズにしていただければいいかと思います。壁に貼る場合は、このままだと貼りにくいので、こういった貼るためのですね、紙をつけていきます。適当なサイズの紙を用意しましたら、切り込みをこんな感じで入れときます。で、この切り込みの裏にですね、糊を塗っていきますね。で、これ糊を塗りましたら、このお皿のお椀の内側にペタッとくっつけて、切り込みが入っているので、カーブしていても綺麗に沿って貼れます。で、ここのところにですね、テープをつけたり、ピンを打ったりして
貼ってみてください。